どうも、潜入おりです。今回の潜入先は石川県金沢市にあります安工房という鍛冶屋さんへ行ってきました。今回のテーマは全炭造とは、そして鋼とステンレス、クロムが与える影響とは、デッチ精度の問題点とは、なぜプロの料理が美味しいのか、そして鍛冶屋が使う道具紹介、木材の紹介でハンマー体験で、最後にかっこよすぎる包丁の紹介というのをしていきます。ここでは僕が事前に注文してあったある特殊包丁があるんですけど、それが完成したということで、それも登場します。では今回も面白い話、目から鱗な情報をたくさん聞くことができましたので、最後までごゆっくりお楽しみください。それでは本編へどうぞ。生まれはブラジルです。ブラジル。はい。19歳か18歳の時に、大学生だったんですけど、で、芸大で友達とルームシェアしてて、2人で一緒にバイトしてたんですよ。はい。で、そのバイト先が、漫画喫茶で、そこの漫画喫茶は自分たちで仕込みとかをするような個人の漫画喫茶だったんですね。で、唐揚げの仕込みをしてる時に、鶏肉を切るっていう時に、皮目を下にして切ってたんですよ。はい。鶏肉の皮が切れないっていうことに腹が立って、なんだこの使えねえ包丁はってなって、オーナーに言ったら、包丁は研がないといけないんだよって言って、人生で初めて砥石に出会ったのがそこなんですね。それまで砥石と触れることなくて、はい、ずっとシャープナーっていうものがあるのは知ってたけど、で、砥石に触れて、わー、砥石すげーってなって、めっちゃスルスル切れるってなってから、覚えようこれって思って、砥石沼にはまっていくんですよね。みんなと同じ。で、ホームセンターの1000番、キングの1000番から始まり、しまいには、黒幕の3万とかまで買っていって、で、すげえ超楽しいこれって思ってて、でもある時期に包丁の素材の違いで切れないことに気づいていくんですよね。例えば、ステンレスの包丁も、大入さんも多分わかると思うんですけど、ステンレスの包丁と鋼の包丁って、もう、ピカイチまで研ぎ上げたときに、鋼の方がステンレスより切れる感じすると思うんです。あれってなんでかなってずっと考えてて、で、そこから材料の勉強をするようになっていったんですね。愛知県の車の大手があるので、そこで働きながら、その時は切削加工をやってたんですね。で、切削加工をやってて、僕、言語が達者だったので、そのまま他の人の教育に携われたんですね。で、そこで材料の教育部署に行けるようになって、で、そこの教育部署で、いろいろ教えてもらったりとかして、鉄ってこんな面白いなと思って。で、そこから幅が広がっていって、で自分で作りたいっていう欲求がふつふつ湧いてきて、摩擦であったりだとか、材料の表面処理であったりだとか、基本的な物体の構成であったり、切断であったりだとか、そういった内容について学んでいったんですね。例えば、車の中で使われる摩擦材っていうものを研究してたんですけど、摩擦材って紙なんですよね。で、その紙が300度ぐらいの油の中で、鉄と擦れ合って、そのクラッチっていうものを機能させるんですけども、その紙の表面につけるものと、その受けるディスクっていうんです。そのディスクの素材によって相性がやっぱ違うと。だからその食いつきも違ってくるし、こう摩擦の話になってくるんで、この摩擦曲線の立ち上がり方っていうのがあるんですけど、車乗ってってギア変えたり、今の人多分変えないんですけど、オートマで走ってて、だんだんスピード上がってきた時にギアって勝手に変わるんですよね。その時にガックンってなったら嫌じゃないですか。だからこれが起きないために、わざと多少滑らせるようなことをするとか、そういうことをしてたんですよね。その摩擦材の合成によって。で、そこで、なんでこんな違いが出るんだろうと思ったら、結局その中に使われているシリカであったりだとか、あと多少金属も入ってたりとかするんですよね。で、その粉体の、無機物であったり、鉄は有機なんですけど、無機物とかの合成で金属に対してこんだけ変わるんだっていうところを、すごい興味です
聞かれて、で、あ、こんなに違うんだ。じゃあ、これって砥石にも活かせるよねっていうところから、実際に包丁を研いだりとか、はいそういうところにまた転用していったり、で、その研げる、そのディスクの摩耗の結果も見るんですよ。やっぱり試験機とかで見てて。で、ステンレスとかっていうのはやっぱクロムが入ってるから、クロムが入ってる分、柔軟性は低いけども、粘りが強いんですよね。だからみんなステンレスって硬いって思ってる。ステンレスって大した硬くないんですよね。まあ、金属ってこうやって粒子がみんなくっついてるじゃないですか。その粒子の結合の間に、例えばクロムがいたりとかするので、叩いたりとかっていうことをすると、へこみにくい。けども、ねじったりとか引っ張ったりすると、遊びがないから壊れやすいっていう状態になるんですよね。でも、その隙間が埋まってるから、包丁とかにしたときに、ステンレスって、その隙間にクロムが埋まってて、どんだけ削ってっても、先端が、綺麗なギザギザになってくれないんですよね。だからこれが鋼の包丁とステンレスの決定的な違いなんだっていうところに気づいて、で、こっから、まあ、電子顕微鏡とか会社のやつを昼休みに勝手に使っていろいろやってたんですけど、でそっから、じゃあちょっと、自分の包丁に転用したいな。はい。で、どこにも修行することなく、自分で作ってみよう。その会社の、休みの時とかに会社に行って、で、そのボスに許可を取って、はい。裏で削らせてもらったりとかして、で、まあ、研究所なのでちゃんと炉とかもあるんですよね。これコークス炉とかね、電気炉とかがあるので、もう電気炉でステンレスの焼き入れ勝手にやったりとか、そういうことをしてって、意外となんか作れるもんだなと思って。で、まあどうしてもそうやって自分で作り始めると、上ってどうなってんだろうなって気になってくるんですよね。だから刀鍛冶さんとか、そういうところって何が違うんだろうなと思って。で、鍛冶屋さんに、まあ、遊びに行って何度か見学させてもらったりとか、体験させてもらったりとかして、そこで学んだことを持って帰って、仲良かったキャンプ場があるんで、そこのキャンプ場の河原に行って、そこのオーナーさんにちょっとこういうことをしたいんだって言って、鍛造する場所を勝手に、なんていうんですかね、即席で作らせてもらって、で、そこから河原でもう本当にレールアンビル、あ、レール。これぐらいの1キロハンマーはい。と、あと、ホーサとホーサン混ぜたやつはい。持って、河原で剣ナタ作ろうって一人で、お、いいじゃん、うまくいったやんって言って、で、それを持って帰って、翌々日もう一回行って、はい。で、夕方に行って焼き入れだけして、で、あとはもう研ぎとか、身を作ったりとかして、そのできたやつを、今度、僕はすごいいい出来だと思ったんですよね。はい。で、それを鍛冶屋さんに見せていったんです。そしたら、お、これ面白いじゃん。全然製品として使えるよって言ってもらえて、で、あ、じゃあ、鍛冶屋になれるかなって言ったら、いやー、無理だと思うよって言われて、なんでって言ったら、これどんだけ時間かかったって1日と1日とって計算したら、結局、設備もないから、まあ2日、3日ぐらいじゃないですかねって言ったら、かかるやろ俺たちはこれを毎日ね、30本とかそういうのを作ってるからやっと飯が食っていけるんだよって言われて、レベル高えな。ちょっと僕、設備ない状態から始めるの大変だなと思って。でじゃあ、こんだけ楽しいことあるし、鍛冶屋さんで食べていきたいし、って思いながら、はい。どうやってその鍛冶屋さんで食べていくことができるんだろうと思って、まあ、いろいろ調べて YouTube 見たりとか、どうやら海外の鍛冶屋さんとかは、別に量産しなくても食べてる人たちもいるようだと。で、国内にもちらほらそういう人たちいるんで、その人たちなんで食っていけるんだろうなと思って、見たらまあ作家さんで、結局その自分のものを、一つのものを長くね、そのこだわったりとかして作ってるから、その製品価値がすごい高くなっていく。けども、その逆に言えば工芸品になってるレベルだからみんな買ってくれるよっていう話を聞いて、やるならこのスタイルだなと思って、量産が嫌だなと思って、はい。ずっと工場で働いてきた人なので、はい。量産しちゃうと自分が作ったものに対する愛着がなくなっちゃうんですよね。だからそのホームセンターで買った斧とかナタとかあったんですよ。
でもそれって自分が作ったその剣ナタと同じ愛着持てなかったんですよね。だからこの違いって何なんだろうなってすごい考えて、はい、やっぱその自分でかけた苦労も違うし、あと結果的にそのライン作業の中で出来上がったものじゃなくて、ちゃんとその鍛造とかをして、で、なんだろう、ものを、プロセスを省くことなく全部ちゃんと作っていけば、そこに情報が宿るって考えなんですね。だから物にちゃんと情報量があるからこそ、そのものに価値があるんだって考えれるようになったんです。だから、こうやって全部自分でゼロから作ろうっていう考えにたどり着いて、で、偶然友達と話してて、石川県いいよって言って遊びおいでって言われて、遊びに来た、その翌日に、ここ最高じゃん、ここに住むわって決めて、その1ヶ月後に、その勤めてた鉄工所を辞めて、引っ越しの4日前に決まった家に引っ越してきて、もう本当古民家、でっかい古民家だったんですよ。で、そこで、鍛冶屋さんやるって言って、もう何もないところから物を集め始めて、で、そうしたらこの縦万力とかもそうだし、もういろんな設備をみんながあげるよって言ってくれて、で、それもらってって、でも鍛冶屋さんだから鉄がないじゃないですか。鉄がないと仕事にならないから鉄が欲しいって言って。で、買うと高い。練習するときにも買うと高いし、練習できるような安い鉄ないかなって思ったら、その解体屋さんが解体業してる中で出てくるものとか、そういうのを米軍でくれたりとかして練習とかできるようになったんです。で、僕が一番ありがたかったなって思ったのが、今までの経験がここで生きてくるようになったんです。その工場で材料の部署を見てたりとか、研究所でいろんな材料に触れさせてもらった結果、何がどこに使われてるか知ってるじゃんってなって、だから別に買わなくても作れるものあるじゃんってなってって、で、その刃物に向いて使えるような材料がどういうのかとか、そういうのを調べてって、例えば、白紙ってあるじゃないですか。はい。あれって、白酸からスーパーまであると思うんですけど、あれって基本的には全部 SK 鋼っていう鋼材をベースにしてるんです。で、SK 鋼って何って言ったら、そういうドリルとかに使われてる刃とか、あと、金属の切削のヤスリとか、そういうところに使われてるんです。ってことは、これ白紙なんじゃねっていう話になったんです。で、それを、ただ白紙として出すためには、ちゃんと鍛錬をして、いらない部分を除いていかないといけないんですよ。はい、で、後で話すんですよ。鍛造するメリットっていうのは、その、構成を変えれるっていうのが一つ。はい、で、自分のやりたい炭素の含有量に調節できるっていうのがもう一つ。で、組成をある程度いじれるんですよね。その、焼き入れの仕方とか、鍛造の仕方で。で、それをやることによって、白紙を再現することができるようになったんですね。その普通の金属から。はい、で、できるじゃん。ただ、白紙買った方が安いなと思ってたんですね、結局。そこまで熱量とか使ってるから。でも、こういうことができれば、お客さんが思い入れのあるものを持ってきたときに、それを使って、すごくいいものを作ってあげれるんじゃないのかなと思って。僕がやった中であるんだったら、例えば自分の乗ってた軽トラがあって、その人がね、その自分が乗ってた軽トラが、もう思い出の軽トラだから、それを、なんか、一つ形に残せるものにできんかやって言われて、じゃあどんな風に持ち歩きたいって言っても外でキャンプする時とかに持ち歩きたいって言ったりとかするので、じゃあ、一番簡単なのは、板バネを抜いて、結局会社にしないといけないんで、動かせる状態にしとかないといけないから、板バネ1枚だけ抜いて、それでナイフを作ってあげて、で、霞でもいいし、全鋼でもいいよっていう話をして、はい、でじゃあ全鋼でやろうかっていう話になったんで、それで全鋼で作ってあげたりとか、板バネは鍛えれば普通に日本刀を超えるぐらい切れるんですよね。だからそこをしっかり鍛えてあげて、そのお客さんが望む形であったり切れ味だったりとかっていうのを再現してすごい喜んでくれたんですね。だからこのなんか物を再利用できる
力あってすごいいいなって思って、で鍛冶屋さんでやっぱみんなが、ね、金属に触れる生活をしてるから、その金属に触れる生活の中でそれらを無駄にしないとか、あと直してほしいっていう時に直してあげれたりとかっていうところをしてあげたいなっていうところから、まあこうやって田舎で鍛冶屋さんやらせてもらって修理とかいろいろやったりとかしてる感じになりましたね。いや今普通に鋼材買って作ってますよ。ああ、そうなんですね。正体がわからない金属とかについてはいろいろ試験をして、はい。例えばそのサンダーで削ってみた火花を見たりだとか、あとそのコードの試験をしたりだとか、溶接で試験したりだとか、そういうことをして、そいつが何であるかっていうのは調べます。例えばステンレスでも錆びが激しいタイプのやつもあったりするので、錆びるステンレスかそうじゃない鉄なのかっていうのを見極めるために、まあ、溶接試験したりだとか、一部だけ焼き入れしたりだとか、そういった内容でいろいろ調節して、まあ、ものを見てっていうふうにやってます。ちなみにその鋼材のことで、さっきクロムの話出たと思うんですけど、まあ、白と青の違いって、まあ、クロムとタングステンの、なんかクロムが与える悪影響というか、クロムって要は青と白結局じゃあどっちがいいのっていう話が結構持ってくるんですけど、僕は白の方がはるかにいいと思います。というのも、青って硬いしすごくいいんですけど、一般の人が買うっていう名目で行くんだったら青より白の方が研いだりとかその後も使いやすい、本当に料理したいって大入さんのようにこうやって砥石にこだわったりとか研ぎにこだわったりするんだったら白の方がはるかにいいんじゃないかなと僕は思います。先端その顕微鏡で見た時のこのギザギザ、のこば状になってるんですけども、研いだ時ってそののこば状になるのがすごく綺麗に出るんですよ。さっき言った通り黒が悪さをするんですよ。だからこういう V 字のギザギザになるのと、この V 字の谷のところにこうやって埋まるもんがついてくるのとでは、刃自体の持ちとか切れ味が変わってくるんですよね。こういう頭と、まあ頭はこういう形してなくてもまっすぐでもいいんですけど、こういう槍があるんです。で、まあ、この槍を今その辺の刀鍛冶に打ってくれって言ったら多分誰も打てないですよこれ。なんでですか？なんででしょうね。これを作るのがすごい難しいと思います。例えば刀っていうのは、こう断面見ると、こうハマグリ刃状になってて、で、まあ、一番オーソドックスで言えば、この芯金が入ってて、皮金をまとってるっていう状態になってるんですよね。で、外が硬くて、内が柔らかいっていう状態なんですよ。だけど、これを槍で再現しようとしたときに、真ん中柔らかくないといけないよね。でも一本の棒じゃなくて、こっちにもつけんといかん。で、なおかつ、外に硬いのも巻かんといかんよね。どうやって作る？っていう話なんですよ。でも、これができなくなっていってしまった理由は、習わなかったのも一つ、教えてもらえなかったのも一つ、戦争の影響も一つ。だけど、一番は、こういったことを遊べなくなったんですよね、鍛冶屋さんが。お金の観点もそうだし、需要の面でもそうだし、あと法律の面でもそうなんですよね。刀鍛冶って年に確か24本とかしか刀打てないんですよ。で、作るときに毎回作刀しますよって言うんですよね。警察署とかに。で作刀するその24本のうち、遊びで作れるものってどんだけあるの？生活考えたときに。1本作れればいい方だよね。じゃあこんなもんを作ろうっていう勇気出るっていう話なんですよね。だったら刀のレベル上げようかっていう話になるんですよね。だから、こういった十文字槍を作れる職人さんっていうのは絶滅したんです。だから今日本にいる無鑑査と呼ばれる日本刀作家のその最高峰の人たちでも作れる人間は多分一人もいないと思います。っていうのが、今のこのデッチ制度の一番の問題点だと思うんですよね。別にこれ、デッチしたからこれが作れなくなるとかっていうわけじゃないんです。
みんなはお師匠さんになろうとするんですよね。そのお師匠さんから教えてもらったこととか、お師匠さんができることをやるから、そのお師匠さん以上になれないんですよ。だからそのお師匠さんからいただいたものが全て、それを守りつなげるっていうのが自分の役目だになっちゃうから、あいつを超えようになるタイミングっていつだろうっていう話になっちゃうんですよ。だから僕が考えるのは、もっと遊びができるようにするのと、でうちでやってるこのフルオーダーメイドっていうのも一個のきっかけになるんじゃないかなって思ってます。なぜならフルオーダーメイド、ご注文いただいたメッツァルーナもそうですけども、日本で作ってる人いないですよね。メッツァルーナいないです。でそれをなんか形だけ取るんだったら別に鉄板切りゃいい話ですね。それだったら鍛冶屋さんに頼まなくたっていいじゃん。アマゾンで買えばいいじゃんっていう話になる。でも今回ご注文いただいたのは鍛冶屋さんに作ってもらいたい。フルオーダーメイドできる場所で作ってもらいたいっていうところで頼んでもらえた。で、僕としても変わった刃物来たなっていうのは最初すごい思ったんです。うわぁ、メッツァルーナかって正直思う。そうなんだ。そう。だけど、それに相反する気持ちとして、めっちゃ楽しそうじゃんっていうのが出てきたんですよね。だからこれ絶対形にしようと思って、オイリーさんに3回失敗しました。報告しました。はい、来ましたね。本当にもう大変だったんです。鍛造で作るだけだったら別に1回目、合計4回作ったんです。はい。1回目は成功したんですよ、普通に。で、というのも、ただ、その割り込みで作って、で、いわゆる霞の状態で、で、白の葉に普通に軟鉄でこう形を作って、つまらんな。こんなん別に他の鍛冶屋でもできる。うちでしかできないことでしょ。全校でやろう。全校でやるっていうことをした結果、こんだけ時間かかりました。でも、こんだけ遊んだというか、一つの作品にこだわれるのっていうのは、企業さんでは難しいよね。大事になってくるのって、結局はその、職人さんがどれだけ今まで遊んできたかなんですよね。いわゆる芸の肥やしじゃないけども、それをいかに積んできたかが、その、ここから先の製品作りに生かされてくるんじゃないのかなと思います。なので、フルオーダーメイドをやれるっていうのは、同じものは作らずに済むっていう言い方もあるけども、同じものはもちろん作る。はい、けど、毎回、それをさらに良くするっていうことができる。製品化しちゃうと、製品のボーダーラインができるんです。オイリーさんも時々、刃物市とか行って、なんでこれはアウトレットなってやつとか時々いるじゃないですか。ああいうのは、なんでアウトレットになるかっていうと、基準があるから。だからその基準から外れたものはアウトレットになるし、その基準に入ってるものはアウトレットにならないし。で、その基準っていうのも、全部100をずっと作ることができないから、だいたい80ぐらいでやろうっていうのが工業製品の基準なんですよね。だから、その包丁を作ったとしても、その包丁自体が本来は 100% 出せるところをあえて80で落として安定させるためにっていうようになっていっちゃうんですよね。だから奇跡さんみたいなところは別ですよ。だから振ろうと思えば100にも振れるんです。だけど100に振っちゃうと今度振れ幅が大きすぎて不良品とそうじゃないものがすごい出るんですよね。だから最良品と良品と不良品ができちゃって、最良品を持ってる人はいいけど良品を持ってる人からすればなんで最良じゃねえんだよって、上があるなら上くれよってなっちゃうんですよね。で同じ値段だし、もちろん不良は出てこなかったとしてもこれぐらい幅が出てきちゃうから、だから基本的にみんな80から 90% ぐらいで落とし込む。で僕は100以上が出ないと納得いかないから、オイリーさんのやつもね何回も失敗してるって言ったけども、結局それらをやってこなかった結果、特殊なものができない、新しいものが作れない、良きものが世の中に出てかない。だからみんな使った時のなんか高揚感が得られない。話戻ると、情報量が足りないものを使ってるから、それに愛着が持てなくなるんですよね。だから僕がよく言うのは、今の人たちってお袋の味とかって言わないじゃないですか。
うちのご飯美味しいとかっていう人少ないじゃないですか。もちろん美味しい料理を作る人はいますよ。だけど実家のご飯を愛してやまない時代じゃなくなったのってご飯自体の情報量が落ちたからだと思うんですよね。昔の人たちは昭和初期とかになるんですけども、おばあちゃんとかお母さんがちゃんと包丁を研いで、その研いだ包丁で丹精込めた野菜を調理して、それを家族に合うように調理して出したわけじゃないですか。でそれが平成に近づくにつれて錆びない包丁にするためにステンになっていって、でなおかつ安い方がいいから量産の包丁になっていって、その中で鍛冶屋さんが鍛造で作るものも失われていきました。でなおかつ工業製品でプレスで抜いたもので、それは情報量が多いか少ないか僕は言えないですけども、売れてますからね。だけど現に出来上がってくる料理って味気ないものになっていっちゃうんですよね。なんでプロの料理のご飯が美味しいからかって言ったら、それは情報量が多いですよ。もちろんその包丁の使い方一つも違うし、手入れも違うし、そこの料理っていうお客さんの前に料理が並ぶ瞬間までの仕込み準備っていうのが膨大な時間があるんですよね。別に仕込みをしなくても今スーパーで買ってきたよってあったとしても、その人がそこに至るまでにかかってきた時間は違うわけなんですよ。ピカソか誰かがね、なんか絵描いてくれって言われて30秒かなんかで描いたやつに対してこれいくらいくらでめっちゃ高いねと言って、でなんでこんな高いんだ3分で描いたものがって言ったら、いや僕の人生30年がその中に宿ってくるからっていうのと同じで、結局はその料理が仕上がるまでにその料理人の情報もそこに入ってくるし、それに使われた道具の情報も入ってくる、食材の情報も入ってくる。で僕たち人間は情報っていうものを食べて生きてるから、情報量が多いものが入った時に嬉しいっていう感情になるんですよね。だからそれを消化して、ちょっと話膨らみますけど、エントロピーっていうんですけど、エントロピーを小さくしようとするんですよね。カオスをだんだん小さくしていって一つの純のものに落とし込んでいくことに人間って喜びを感じるんですよ。それがでかければでかいほどこの結果に対しての喜びの高さが大きいと考えているので、自分だけに合った包丁をみんなが探したりするのも、その自分の料理の情報量を上げたりだとか暮らしの豊かさを上げたりするところにつながるんじゃないのかなと思ってます。それた話です。ちょっと精神論に近いですけど、はい、これが料理だけに限らず全てにおいてそうなのかなと思います。はい、海外に行ってレプリカとかの剣を持っても感動を覚えないのってそういうところだと思うんですよね。外国人が日本刀を持つとみんなまずうわーっていうのはそういうところだと思うんですよ。それが多分歴史であったりとか、だからそれはお師匠さんから学んできた価値のあるもの、それは残してくれる。だけどその中でも新しさを作り出す人は必要だよねっていうのを僕は考えています。はい。まあ石川来てここいいじゃんって言ってたと思うんですけど、はい、石川の魅力なんでここがいいと思ったんですか？まず人間が優しいです。人が、人間が優しいし、さっき言ってた情報量じゃないですけど、はい、食べ物がとにかく美味しい。こだわって料理する料理人とかもいっぱいいるし、その鮮魚とかの処理とかの仕方がやっぱ他の県と違っててしっかりされてるので、どれ買ってもスーパーでお寿司買ってみてください。どこの寿司買っても臭くないですよ。そんなマグロとかは別ですよ、太平洋で取れてるものだけど、こっちの方で取れてる魚を食べるとどれも臭くないんですよね。東京とかで結構いい値段を払って食べてるようなお刺身とかがスーパーで数百円とか数千円とかで買えたりしますっていうのと、空気がいいで、あと歴史ですかね。みんな京都が歴史あるって言いますけど、京都って実は歴史残ってるけどそんなに歴史ないんですよね。なんで戦争で焼けちゃったから大変。金沢って一番戦争の被害が少なくて歴史的な文化財とかがずっと残ってる場所なんですよね。だからお寺とか行っても昔の鍛冶屋さんがちゃんと作ったものがそのまま残ってたりとかするんで、はい、めっちゃいい、ここに住もうと思って、どこ行っても勉強になる
まあ、一番は人間です。物を大事にしようとする人が多いです。あと、隣が福井だから。福井は刃物有名。じゃあ、石川も有名になっていいんじゃないかなと。僕が頑張ろうと思って。そうですね。だから福井と新潟は産地じゃないですか。その間がね。ないですよね。富山と石川は。そうそうそう。まあ今からちょっと作業の方、鍛冶屋の道具っていうのもちょっとテーマにしたくて。はい。火箸って書いて箸。はい。まあ僕ら鍛冶屋さん始めるときに、一番最初に作らされるものですね。これ玉鋼とかをベルトハンマーで叩くときに使うんですけど、はい。こうやって挟んだりとか真ん中に置いたりできるような長いやつ。細かったり。へえ。あと、本当に硬い板を突きって叩くときとかは、こういった大きい強い箸を使ったりとかします。うわはい。これらは手作りです。あと、後でオイルさんに体験してもらおうと思ってたやつで使う、刀鍛冶さんが使うヘコ棒っていうんですけど、ここにペッてつけて関節した鋼材を、はい、温めて叩くんですよ。こういうものを使って、まあ、鍛える段階はこれでやります。であとは、まあ、もちろん、金槌たち。種類すごい。そうですね。うん、もう少ないんですよ、これでも。あ、そうなんですか。そう、もっと作っていきたいんですけど、自分たちに必要なものは自分たちでその時に作るっていう風にしてます。こうもらったりしてあるようなこういう既製品もあるんですけど、あとはこうやって自分で作ったものとか。作ったんですか、これ。作りますよ。絵がかっこいい。はい。ああ、これは、ありがとうございます。遊んだやつです。遊んだやつです。で、まあこれ、ハツリハンマーとかとは、もらったやつなんですけど、こういうのとか、あとはこういうの。これは作り物ですね。です。まあこれは溝を掘るように作って、はい、蹄鉄とか作るときに使うやつなんですけど、はい、まあ今となってはもう切断するために作ってるものと、あとはヤスリ。ヤスリはいろいろあります。ヤスリはね、めちゃめちゃ使います。あ、そうなんですね。はい。焼き生した金属にも使うし、はい、熱い金属にも使います。熱い金属にも？熱い金属にも使います。例えば、まあ、叩いてて、はい、どうしてもちょっと破れそうになる場所とかあるんですよね。はい、角とかで。そういうところはヤスリで落としてあげる。っていうことをすると、破れが広がっていかずに、その場所で終わるっていう風になるので、熱い時にもヤスリは使います。あと、ワイヤーブラシ。金物の表面の酸化皮膜を落としたりとか、はい、まあいろいろ使います。はい、と、まあ代表的なもので言えば、アンビル金床、これ角床っていう形のやつなんですけど、はい、まあここで曲げができたりとか、はい、段差の加工ができたりとか、はい、アタッチメントをつけれるようになっているので、こういう押さえがつけたりとか、します。なるほど。これがアンビルです。で、なくてはならないのが、やっぱ炉。はい。まあ、熱を作る場所なので。あ、風、これがブロワーですね。ああ、で、下から。はい。下から風を送って、で、手作りです。ちょっと汚いですけど、すげえ。もっと綺麗に作ればよかったんですけど、ちょっとやりたかったんで、ちょっとせっかちだった。なので次はもうちょっとおしゃれに作ろうかなと思います。で、まあこちらが、フォークスですね。まあ石炭と言うべきなのかです。はい、でこれ、フォークスでやると、1300度ぐらいまで加熱されるので、鉄とかも溶けてなくなっちゃうぐらいの温度までは加熱できます。風の送り方次第では。だけど、そこまで上げません。基本1100とか。今までずっと炭の炉でやってたんですね。で、フォークスはもらったので、これは。はい。で、500キロもらったんですよ。だから500キロのフォークスをずっと置いとくのはしんどいなと思って、使おうと思って今減らしてるところです。なので、フォークス炉を、作りました。まあ、併用しながら、フォークスの炉と炭の炉を併用しながらやっていこうかなと思います。
ってて、で、端っこにいますけど、あれ、フイボっていうのに。たたら、あれじゃないですか。日本刀の。そう。フイボ。僕ずっとこれでやってて。よいしょ。すげえ。この子が相棒です。なんで引くとちゃんと空気も出ますし。はい。あ、本当だ。ごめんなさい、ちょっとほこりが出ますね。いやでも分かりやすい。演出してくれてます。すごい。これがね、これはすごい僕にとっては使いやすい工具で、やっぱ炭って温度の調整がしやすいし、でブロワーで送ってると温度を上げるのは簡単なんですけど、下げるのが大変なんですよね。だから冬用で調節しながら温度を上げたり下げたりできるっていうのがやっぱ理想なので、なんでもうちょっとコークスが減ったら、あと200キロあるんで、それが減ったら炭のローをここで作って炭でやっていこうかなと。この炭焼きさんももともと東大出身なんですよ。なのに炭焼きを今してて、で、話を聞くとやっぱりこう自然の中で生きることの良さとか、さっき言ったその人の温かさじゃないですけど、情報量とか違うから、やっぱ都会にいるよりかはこういう場所で自然と向き合ってやりたいことができるのがいいなっておっしゃってました。いや、いい話ね。もうすぐ東京離れたい。おすすめは金沢ですよ。田舎がベストだとは言わないですけど、東京だと得られない暮らしの大変さ、豊かさが田舎にはあります。工作活動にこれ以上向いた場所はないです。これ縦万力ですね。縦万力ってそう、縦万力、立ち万力とも言うんですけど、あんまみんな見たことないと思うんですけど、昔は結構あったんですけどね。こう開いていって、ここボルトで固定されてて、こう板バネが入ってるタイプの万力なんですけど、これは全部単造で作られてます。ネジ切るところ以外全て単造で作られてます。今の万力は全部鋳物なんですけど、これは単造でできた万力で、こういうのも全部鉄の塊から叩き出して、アンビル、こっちは鋳物ですけど、こっちは単造でできてるんですね。これも単造でできてる。だからこれらは鍛冶屋さんが作った道具。すげえ。だからこれらは全部手で叩いて作ってあって、だから、これで挟んで、この上で思いっきりハンマーで物を叩いたとしても、割れない。普通の万力でそれやると割れる。なんでこれは鍛冶屋さんが使う万力として、すごい役に立つタイプの万力です。これも富山の木工職人さんからもらって、で、買いに行こうと思ったんです。買いに行こうと思って、その人は配小学校で工房を開かれてて、その中にあって、で、買いますよって言って、いくらですかって言って、いや、譲りますって。本職の人に本職の使い方をしてもらった方がこの子も幸せですって。こんなできた人いるって思って。いや、もう嬉しかったですね。本当に。でこれも、みんなよく見るベルトハンマー。で、これはね、100年プレイヤーで、すごいなって思わされるところが所狭しにあります。例えば、鋳物でできてる部品とかも、結構寸法がザルなんですよね。だけど、そのザルさが良くて、それで綺麗に機能するとか。こうやって、そうなんだ。そう、こうやって見ると、こことここ高さ違うんですよね。こっちの方がちょっと高くて、こっちの方が低いとか。僕が一番感動したのは、これ電気じゃなくてガスで溶接されてるんですよね。おー、嬉しいと思って。でもこれを話をみんなよく理解してもらえないんですけど、これこそ残していきたい歴史の一つだなと思って。大事にしてます。ちなみに包丁以外の刃物で今まで何されたことあります？刃物で言えば、ナタと、サバイバルナイフと、あと刃物か。刃物以外もあるんですか？刃物以外もありますよ。重機の部品であったりだとか、こういった彫金、カバンの絵なんですけど、こういったものを作ったりとか。それも仕事なんだ。あとは木工とか、何でもやりますね。木材の紹介で、こちらがリグナムバイタっていう世界一重たくて硬い木です。持ってみます？持ってみます。
結構重いでしょ。で、これが、そう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 。この木が、今、ボンド塗ってあるんで見えないんですけど、日光に当たったりとかすると、こっちちょっと出てるんですよ。こう、うっすら緑なんですけど、ボンドが薄いんで。だからこれ削って、その紫外線に当てると、本当真緑になるぐらい緑になるんですよね。リグナムバイタの特性で、この白田の部分は使わないんですけど、この芯の部分しか使わないんですけど、これがなんか現地ではその生命の木っていう意味があるらしくて、これがその日に当たって緑色になっていく様子が、なんか木材になっても命が芽吹くように感じるっていうところから、なんか高貴な人とか贈り物として贈られてて、で、めちゃくちゃ硬いんですよ。言葉汚くて。だから、もちろん削れるんですけど、のみとかで削るの、黒炭とかって火じゃないぐらい削れないんですよ。すごい硬い。これも、まあ、好きな人は好きなんで、持つ価値がある木の一つなのかなと思って、いろんな人におすすめしてます。で、こちら、ホンジュラスローズウッド。これローズウッドで。そう。これね、すごいいい匂いするんですよ。これね、今はわかんないんですけど、後でちょっと切ってあげます。切って少し温めると、すごい甘い匂いしてくるんですよ。で、絵とかにして、こうやって布でシュッ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 ってこすると、ちょっと匂い立ってくるんですよね。だから包丁とかに使うと、すごいなんかおしゃれ。で、昔は、成功の象徴だとされてました、ローズウッドは。だからステッキとか、あと家の床とかも、ローズウッドで、仕上げてた人たちがいて、ローズウッドを使うことで、やっぱりその自分がここまで成功してきたんだっていう実感ができる。傷とかもつかないから、あんまり、お金がなくなったら床とかを剥いでローズウッド売るみたいなこととかされてたみたいです。家具にしても100年以上持ちますし。そうなんですね。はい。すごいいい木です。ホンジュラスローズウッドと、まあ日本のシタン。また別です。これ横に下に並んでますけど、この下は、東南アジアで取れてる下。で、こっちはもうホンジュラスで取れてる下。で、ブラジリアンローズウッドっていうのもあるんですけど、ブラジリアンとホンジュラスローズウッドは、マメ科の木なんですよね。で、これらは、もう日本には入ってこないです。あるものしかないです。僕も木材屋さんで買ってきた最後のホンジュラスローズウッドです。もうないです。いいローズウッドってのはもう本当に残ってないので。だから、この後から出てくる黒炭たち、これ床柱なんですけど、こういう床柱とかになって残ったやつとかしかない。だからローズウッドもその家具になったものしかない。だから楽器屋さんとかも必死こいて集めてるんです。の中のすごい一番いい芯材を僕手に入れたんで。本当だ。中心。そう。なのでこの辺から切って絵とかに使うとめちゃめちゃいいですよ。ずっと長持ちします。で、これは普通のシタンですね。で、紫が少し薄いですけど、磨いてちょっと油さすとすごい紫になるんで、で、シタンは結構日本人に馴染みがあると思うんですけど、厄除けの意味もあるし、健康でいてほしいとか、邪気を払ってほしいっていう時に送るといいらしいんですよ。だから、なんていうんだっけ、厄年の人とかにプレゼントするものにシタン使うと、その人の厄が和らぐらしいですよ。そうなんですね。という。そういう花言葉みたいですね。そうそう、だからみんな言われがあるんですよ、それぞれ。で、ウォールナッツですね。くるみってなんかすごい子だくさんになったりとか、家族の関係が良くなるとかっていう意味があるらしくて、なんかくるみの木を使うと、その家族仲が良くなるとか、だから包丁の柄にするとすごいいいらしいですよ。で、これ栗。柔らかそうっす。これも栗。柔らかいですよ。軽いし。栗って、なんだっけ。老管とかが木の中で一番大きいらしいんですよ。だからすごく軽いんですけど、タンニンめっちゃ入ってるんですよ。だからこれずっとこうやって手を置いて汗かくと手紫になるんですよ。だから、絵とかに向かないと思われるんですけど、逆にその胃管束が大きいから、樹脂染み込ましたり油入れるのすごい入りやすいんですよね。斧とかの柄に使います。水につけとけばもうすぐ膨れるから、すごい膨張するから
すごいかしめられてしっかりした農具になるんですよね。だから栗の木っていうのはそういう使い方もある。便利です。タンニンが出るから、タンニンっていうのは黒サビを作ることができるんです。だから中子とかをタンニンで常に守ってくれるっていう使い方もできます。次、これがトチ。で、こう、ちょっと今ね、見にくいんですけど、キラキラするんですよね、これ。綺麗に磨いて光に当てたりすると、こういうところに出てくるんですけど、これなんか反射するんですよね。なんか動いてるみたいですね。そう。こういう模様が出るんです。これって寒いところでなったトチの木に見られるやつで、まあ、トチってもちもちの木っていう絵本がある、話があるんですけど、それに出てくる木なんですね。で、まあ、昔から臼とか、お家の材料とか、そういうところで使われたりとかしてて、生活を豊かにするっていう意味合いがあったらしいんですね。健康とか長生きとか。だから長生きしてほしい人にプレゼントするものとか、家族みんな健康であってほしい時に使うとおすすめっていう木材ですね。ここら辺で見ると分かりやすいです。ギラギラしてますね。ギラギラしますね。動いてるみたい。生で見るとすごい。本当だ。動いてるみたい。で、これをきれいにやると、なんか水面みたいになったりとかするっていう、土地模様とも呼ばれてるんですけどね。これ、おすすめです。これはどんだけ削っても残るので、だから絵とかに使ってもこのキラキラの状態で反射するっていう模様として残せます。あとこちら、奈良。これ一般的な材料。で、ナイフとか、斧とかの絵にも使えますし、もちろん家庭用の包丁にも使えます。で、奈良って特性としてよく呼吸するので、包丁とかの絵に使うのは和包丁の絵とかがいいんですけど、水回りを使うときに、この子を使うと膨れてくれるんです。で、膨れると表面少し粗くなって滑り止め代わりになるんですよね。で、乾くと、水がよく抜けるので、包丁として使ってるときに、中子が錆びて欲しくないとかっていう時には奈良とかもおすすめです。まあ錆びますけどね。錆びるけどそれを抑えれるっていうものです。で、こちら桜です。自分で切ってきた桜です。この金沢で切ってきた桜なので、この模様ってなんで入るかっていうと、寒い地域で雪とかの重さで木が曲がって戻って曲がって戻ってを繰り返してつくらしいんです。だからこの桜もこの土地のようなキラキラ模様、水目桜ほどではないけどちょっと入ってます。で、こちらが黒炭。すごい。で、黒炭の床柱で、これ島木のやつですね。大井さんのやつと同じような材料ですけど、これは100年前の家からかな、出てきたやつを解体の時に僕が入っていってこれだけもらってきました。そうやってもう持ち主さんから買ったんですけどね、この床柱とかでしか使えないぐらい癖が悪いんですよ、本当に黒炭って。だからカンナも入らないし加工がすごい大変。これらを使った時の特性が違ってくるんで、やっぱその人に合うものを選んであげたいなっていうのがあるんですよね。で、金属でいくと、まあ、真鍮とか銅とかいろいろありますけど、亜鉛と青銅っていうのがすごくいいんです。というのも、うちの刃物で、これ青銅なんですよ。青銅が入ることによって、なんかちょっと、電子の流れが変わるらしくて、錆びにくくなるんですよね。だから青銅は僕すごい勧めるんです、みんなに。青銅の口金とか、この目抜きとか、入れるのを勧めてて、青銅を入れると、これ自体が、包丁が長持ちするし、昔の意味合いで、鉄って金に失うって書くじゃないですか。で、銅って金に同じって書くじゃないですか。この金って何かって言ったら命だったらしいんですね。だから鉄は、鉄で切られたものって命を失うんだよ。だけど銅で切られたものは、命と同じだから命は失われずにまた循環する輪廻に戻るんだよって言われてたから、神事で青銅の剣とかが使われてたらしいんですね。だからそういった意味合いも込めて、鉄で切るけど、青銅の部品をつけとくことによって、切った食材たちもまた帰ってきてねっていう意味合いを一応込めて、
つけてます。うわー、それをメッツァルーネにもつけてくれてますね。ありがとうございます。正当がほんと綺麗。綺麗綺麗ですね。これ自分で作ったんですよ。こんな感じ。おお。自分で鋳造してはい。作って、はい。で、まあちょっと神事っぽいこともして、これ作るときに、前のお家で作ったんですけど、はい。日本酒と酒注いでから一生懸命みんなで炭だけで火を起こして、それでるつぼで溶かして作ったっていう。楽しそう。楽しかったです。ね、こういったものも一応手作りしてるんで、はい。まあ、本当はね、鉱山屋さんで買った方がはいいいのが来るんですよ。けど、手作りならではのなんかそういう情報量が入ったらなと思ってやってます。結婚指輪もちなみに自分らで作りました。わあ。消防法大丈夫のかとかってよく言われますけど、はい。これ、まあ木材なんですけど、これは、液体ガラスを塗ったくって、一応耐熱処理してるんで。あ、そうなんですね。はい。燃え切りで多分何鉄は触れてると思うんですけど、はい。鋼はめっちゃ硬いです。ああ、そうなんです鋼ね。全鋼でやるとめっちゃ硬いんで、はい。叩くのはしんどいと思います。なので、これぐらいの大きさのものを叩くときは、これぐらいのハンマーとか使うんですけど、もしあれでしたら、持ってもらって。はい。え、すっげえ重い。これで叩いて作ってるんで、こう持ち上げるまでが大変ですけど、こうやって跳ねさしていけばだんだん上がっていくんで、あとはかましていくだけ。かまして、で叩いて、で跳ね返りでまた上げてってやっていくだけなんで、力はそんなにいらないんです。当てる瞬間にしっかりスナップして当ててあげることさえすれば大丈夫。中華包丁みたいな。そう。タン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 って切っていくだけなんで、はい。それと同じで、この打つ瞬間だけ握り込んであげるってことをすると、握り込まずにいくとこうやって暴れるんですけど、握り込むとこうやってまっすぐ張ってあってくれる。へえ。だんだん上がっていう風になってくるんです。ちょっとうるさいですけど、すいません。いえいえ。面白い。トランポリンみたいな。本当にうまい鍛冶屋さんってガッリガリなんですよ。もうおじいちゃん当初とかも筋肉ないじゃないですか。あんな人たちがなんであんなに重たいハンマーあんなに綺麗に振れるんだろうっていうのは無駄なこと一切してないからできるんですよ。だから別に筋肉がない人でも5キロ10キロのハンマーを持って振ることはできるんですよ。使い方さえ分かれば。だから使い方なんですよね、結局は。力の使い方だね。そう、力が綺麗に伝わってるかどうかを分かる方法があるんですよ。はい。これ、正しく打ててないハンマーの音ね。はい。正しく打ってるハンマーの音。キーンって音するの分かります？わかります。こっちも、こっちと共鳴してるんですよ。同じ硬さなんで共鳴りするんですよね。これが、鳴ってれば正しくハンマーが使えていく証拠。こうやって、物自体も正直に答えてくれるので、自分がやってる時に、正しいかな間違いかなっていうのはそういうところでだんだん気づけてくるようになってます。はあ。面白いでしょうか、皆さん。面白い。ぜひやってください。鍛冶屋になってください。絶対この環境を整えるだろうな。ねみんなに鍛冶屋さんって大変でしょって言われるんですよ。大変だと思ったこと一回もないですけどね。こんな楽しい仕事は世の中にねえよっていう。大変なのは夏暑いぐらいで。ああ。60度ぐらいいきますからね、やっぱり。綺麗だな。やっぱ火っていいね。すごいな。はい。これが鍛冶屋さんだよっていうところを証明するために。今、
赤いんですけど、カンカンに赤くないじゃないですか。黄色くないっていうか、もう、赤いだけじゃないですか。これぐらいの温度で鍛造するのも大切なんですよ。これをすごい明るい温度まで冷めると、金属が膨張するんです。だから柔らかくなる。だけど、その細かく仕上げたいっていう時には、これぐらいの温度で、ひたすら細かく鍛えてあげるっていうのも大事です。これらをやらない鍛冶屋さんが多いのは、結局これをやると生産効率が悪くなるから。その熱を一回一回変えていかんといかんし、割れる可能性だってある。ずっとその何回も鍛えてると。だから、うちみたいに全工で、なおかつ全部ちゃんと鍛造でやってるっていうところじゃないとできない感じです。なんか熱くしすぎると鋼が傷むっていうのがそういう。そうそう、膨張して中から炭素が抜けたりとか。石川の方って方言あるんですかね？ありますよ。なんていうかな。イージーとか、喋り方、イントネーションが特徴的ですね。これ3回皮膜ですね。今分厚いですけど、これがだんだん薄く長くなっていって、で、ほら、この冷感鍛造に近いんで、叩かれたところが光るんですよね。艶っぽく伸びるというか。この引き締め方が全部で必要。でも赤くないですよね。これぐらいの温度でずっと。めっちゃ綺麗。でやってあげると、すごい引き締まって強い鉄になっていくんですよね、ここが。で、これをまた同じぐらいの赤さにしてっていうのをやる。やりすぎちゃダメなの、ここなんですよね。叩いてみます？でも結構重いっすね。重いですよ。めっちゃ重い。お、熱っ。この子でいい？いいですよ。重たい方大変だと思うんで。音が。音がないですよね。で、一回上げましょう。ごめんなさい。どうぞ。パチ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 ってなるんですね。そうですね。表面がキラキラするのは、コークとか、炭とかに含まれている炭素が、熱と反応して、そんな輝きを出しますね。そうなんですね。今、パリって剥がれたのが、酸化皮膜ですね。で、温度を上げすぎると、あそこに炭素が乗っかって剥がれていっちゃいます。使ってみます？使ってみます。多分全然怪我しないでくださいよ。生にしましょうってやっちゃうんで。めっちゃ重い。てか、ここ熱いっすね、ここ熱いっすね。だから、やるときは、横にするんですよ。で、やばい。これキンキン言うでしょ、ハンマーの方が。てか、めっちゃ硬いっす。本当に。全鋼だ。全鋼硬いでしょ。これ、今この火が入ってる状態でも、鋼で目切りするのめっちゃ大変です。ああ、そうなんですか。そう。ちょっと低い方のアンビルでやりましょうか、次。せっかくなんで。いいですね。新鮮ですよ。もう一回これちょっと持っていいですか？いいですよ。叩き。いいですよ。好きなだけ。ぶれますね。そうそう。だから、落とすだけで握るっていう。そう。こいつ自体が鳴ってくる。で、そんな力いらんすよね。乗ってくると。ありがとうございます。いえ。
欲しくなるわ。なるほど。基本、こう90度でやることなんですか？僕がやるときはそうしますね。やるとあんま熱くない。いや、違う。硬いですよ。柔らかければ柔らかくもハンマー跳ね返ってこないですもんね。はい。やばい。こんな。楽しいお仕事でしょ？はい、楽しいですね。もうここは、そこから入ってもいいですよ。いや、すごい。吸収される。吸収される。はい。綺麗、めっちゃ綺麗。やけどだけ気をつけてくださいね。はい、そうですね。本当ここでもめっちゃやけどしますね。熱いです。もうだから沸かしてる時とかハンマー近づけると普通に手やけどします。本当に多分ここに10秒ぐらい空いたらもうやけど。めっちゃもうこの距離でめっちゃ熱い。このぐらいのサイズのものがいいんですけど、はい。本当もっと長いものとか作ってる時とかは、はい、もう手袋とか二重にしたりとかしてやらないと、すぐやけどします。すごいな。めっちゃ上に持ち上げようとしちゃう。わかります。さっき言ってた握り方の問題になってくるんですよね。多分今、大入さんがやってるのは、当たってから握ってるんですよね。はい、だから当てる瞬間に握ればいいんですよ。そうしたら跳ね返ってくれるんで。そうしたら手首がこうならずに済むんですよ。これがこうなればまっすぐになるんですよ、手が。跳ね返ってくる。っていう違いが出てくるんですよ。悔しい。ここが辛いの。そうなっちゃう。結局、手首がこうやって伸びちゃうっていうのは、この重さに負けてこうやって上げようとしちゃってるんですよね。真ん中とか持って、まっすぐ、この手まっすぐの状態で上げて、押す。で、あと握るだけ。ってやると、ここまっすぐになるんですよ。そうすると負担かからないよっていう。明日筋肉痛だわ。これ間違いなく筋肉痛コースですね。よくなった。はい。さっきの1回だけ良かったですね。結局、その、感覚をずっと掴んでいけるかどうかっていう。温め直しましょうか。そうですね。いいですよ。全然、明日も来てもらって、一日中家事や体験コースでもいいですよ。悔しい。切らして、こういうところ、切ってないですよ。切らずに、全部へこまして作ってるんで、ちょっと、コーヒーとかきます。はい、ありがとうございます。これ下手な当て。もう、アンギルの音しかしない。だけど、ちゃんと当てていくと、すげえ。これぐらい、良かったなって思ったのを自分によく残しておくってことをすると、これがずっと自分のものとして残っていくので、やっぱいいものを見たり、いいことをしたりするっていうのが一番いいですね。そうですね。叩かれますか？はい。どうぞどうぞ。いや、めちゃくちゃ熱い。めっちゃ熱そう。こんな熱いんだっていう。そうなんです。まだ触れてる一気に減衰しちゃいますね。いや、悔しいな。イメージは、
鉄を叩くんじゃなくて、鉄の向こうにいるアンビルを叩くイメージあで握り込むと跳ね返ってきます。はい。ありがとうございます。難しいね。めっちゃむずい。怪我しちゃいますよ。はい。こっちぐらいは持ちましょうか。あ、お願いします。あ、いや、作るんです。あ、大丈夫です。両手でやってもいいいですよ。まあ。あ、お、なってきたじゃん。はい。メモにしましょうか。ちょっと今楽しかった。でも分かってきますよね。はい。あ、こういうことかってなってきますよね。はい。で、友鳴りしてるときもキーンって言ってるときって、はい、全然力いらんくないですか？全然いらないです。今の感覚をよく覚えておくと、ずっとこれからやっていくときにハンマーを振れるようになるんです。で、あんまこういうこと言いたくないんですけど、今って機械が多いじゃないですか。はい。機械が多いから、これができる鍛冶屋さんが減ってきてるんですよ。だから手で作れって言うとみんな手で作れない。むしろ。だからこの箸を作るっていうのも基礎だし、ハンマーを振る。もうハンマーで作れないものは機械で作れないっていう頭でいないと、何もできないです。鍛冶屋さんは。めっちゃ大事。めっちゃ大事。これ分かんないと、これ当てるときも当て方分かんないですよね。はい。だからすごい大事なんですよ。めっちゃ大事。すっごいアドレナリン出た。これ気持ちいいですよね。気持ちいい。こっちでやるともっと気持ちいいですよ。大ハンマーでやると、はい、足も使うから、当てるとき、この刀鍛冶の当て方ですけど、はい、足前出して、はい、こうやって腰で持ち上げて、はい、まっすぐ落とすだけなんです。で、これをやるだけなんですけど、これやるとすごい、体全身使うんですよ。はい、なるべくこれを引き上げて、高いところまで上げてから、引きながらっていうふうにやるんで、全身運動になって、すごい健康的というか、これもおすすめです。すごい美しかった。動きが。いやいや、すごい。プロの人たちと、本物の刀鍛冶と比べたら本当ですけど、彼らはこれを1日やりますからね、大ハンマーを。ハンマー振り、趣味にしてもいい。ラジオ体操。健康になりそう。ね、健康になりそう。いいじゃないですか、趣味ハンマー振り。てか、このスピードで回るの初めて見ました。もっと速く回せますよ。ステンレスでいきます。鋼がいいですか？鋼がいいです。鋼は、ちょうどいいね。ありがとうございます。当てますね。どうぞどうぞ。番手で言えば1000番台ぐらいなのは間違いないですよね。はい。そうですね。1000、2000ぐらいだというのは間違いないんですけど。だから最初青かなと思ったんですけど、青じゃないしなぁ、この感じ。で、一応刀鍛冶さんが使ってたやつだし、はい、正体が分からぬままずっと使ってきたんですけど、最近ちょっと減ってきたので、はい、最終的にどこまで減るか分からないし。あ、結構じゃあ使ってるんですね。そうですね。もう、かれこれ1センチぐらいは減りましたね。へー。時はいっぱい来るんで。楽しい。あれ、もし変えたかったら、ここで回してもらえれば。へー。早くすると水飛んできますから、ね。はい。普段はどのスピードでやってるんですか？もっと速い？やる内容によりますね。もう、普段は、これ実はメモリついてるんですけど。はい。
あ、本当だ、本そう、当だ。6ぐらいかな。6とか7とかなってますね。本当研ぎでしか使わないんですけど。あ、そうなんですね。そう、火を掘ったりするのも、サンダーとかでやっちゃうので。はい。うわ、綺麗。ちょっと遊んでてください。はい。ずっと遊べちゃうわ。裏も、これあったら裏好き作れる家で。はい、めっちゃいいな。これ、一家に一台でしょ。はい、一家に一台ですね。これは一家に一台欲しい。めっちゃ綺麗。天然砥石でね。本当に1000番ぐらいですね、これ。そうそうそう。だからちょうどいいんですよ。いい感じ。めっちゃいい感じ。ね今、とりあえずここまでは鍛造してあります。で、これ白です。白。はい。全白。だから、土盛りして水焼き入れすれば、本焼き。本焼き。だから、本焼きだと、はい。硬すぎるから割割れちゃうんですよね。だからすごいいい包丁だと思うんですよ。もう本焼き作れたらいいなと思うんですけど、この売っていくものとしてね。はい。だけど本焼きでは出せない強度っていうのってあるんですよね。例えば魚の骨って本焼きの出刃じゃ切れないじゃないですか。切ったら割れちゃうから。しかもそれを研ぎ直すなんてなったらもう日が暮れる作業。だから鋼材自体がそこまでの切れ味は出ない。けども同じような近しい切れ味と強度は出るっていうのが全鋼の包丁の最大の利点なんですよね。でさっき言った叩き締めたりとか、そういったなんていうのかな、ゴールドフォージングをしていけば、はい冷感鍛造をしていけば表面の状態とかも粘り気を帯びてくるんですよね。で粘り気を帯びることによってこれって鋼でも起きるんです。地金だけじゃなくて粘り気を帯びることによって応力もなくしていけるし、包丁自体のその芯を残しておけるんですよ。はい。でこの冷感鍛造をしないでおくと途中でねじれたりとかするんですよ。応力が起きないようにはするんですけど、焼き入れをする時点でどうしても起きちゃうので、それを最大限減らすのがやっぱそのハンマーの使い方につながってくると思います。冷感鍛造がそこまで重要だとは思わなかったです。ですよね。はい。知らなかった。だからみんなやらないから、一番わかりやすい例が、冷感鍛造されてない霞の包丁って、地金がすぐ錆びるんですよ。ちょっと水につけて置いとくだけですぐ錆びるんですよ。あれって引き締められてないからなんですよ。錆びやすさも変わるんですか？変わります、変わります。全然違いますよ。へえ。鋼もそうです。鋼は焼き入れしたらもう無理だけど、焼き入れする前に冷感鍛造をしておくことで、その中で、鉄って粒子だって言ったじゃないですか。この大きな粒子のつながりの塊をまず鍛造で砕いたり伸ばしたりすることができます。で、それを硬くなっていくんで、冷感鍛造でさらに細かくします。で、冷感鍛造って言ってもこれぐらい、この水弾くぐらいのあったかさはないとダメなんですけど、これをすることで表面が引き締まるプラス中が細かくなるんです。で、そうすれば研げば研ぐほど細かい刃が出てくるんです。で、そのバリとかも、小入さん多分経験あると思いますけど、安い包丁って研いでいくと大きなフレークが取れるじゃないですか。時々破れたというかなんか大きな塊。あれってしっかりと材料が作られてないからそうなるんです。圧煙剤とか鍛造も、どっちでもいいんだけど、しっかり圧煙剤を使っておけば、そんなことは起きない。だけどそこまで圧煙されているものを鋼材屋さんがしっかり作ってくれるかどうかはまた別の話なんですよね。鋼材屋さんが、そのユーザーの要望に合わせて作ってはくれるけどもっていうところで終わるんですよね。そこを、しっかり仕上げるのはやっぱり鍛冶屋さんの腕になってくるんじゃないのかなと思います。でそれがしっ
こう研いでて大きなフレークとか出てこない包丁ってよく切れたりするじゃないですか。でも大きいフレークが出てくるやつってムラがあるじゃないですか。やっぱそういうのをしっかりその自分たちの鍛造技術でなくしてったりとかするっていうのが鍛冶屋の仕事なのかな。一応持ち方がいろいろできるようになってます。はい、獣の解体するために作った包丁。なんで、ハマグリ刃なんですよ。はい。もうハマグリをみんなに勧めるんですけど、みんないまいちだって言うんですけど、まあ、野菜切っちゃうとやっぱ負けるんですよね。だけど、肉とか魚とかやるときはこっちの方が断然いいと思うんですよ。で、そう、さっき言いたかったのは、まず指抜きをつけておくことで、はい、この先端に対しての神経の通いがもっと良くなる。はい、で、薬指じゃねえや、中指か、はい、を当てながら、人差し指で、ここへこんでるんで親指も置ける。こう腹のところがすごい上手に使える。はい、だからさばくときとかすごい便利。はい、で、もっと細かい、カワハギとかやったことないですよね、獣の。あ、ないっす。獣とかのカワハギをするときに、ここ、よく見るとここだけへこんでるんですよ。はい。ここに指を置いて、獣の皮がこうやってスッ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 って剥げるようになってるんですよね。で、まあ、硬いものを切りたいっていう時とかは、ちゃんと握り込んでくれれば、はい、ここにスイートポイントくるっていう風に一応できてます。はい。ここもへこみがあるんですね。そう。だからこれが全部、これ僕が遊びで作ったものだから僕の体に合ってるんですよ。はい。だからお客さんがそれが欲しければ、そのお客さんの体に同じものを合わせて作ることができるっていう。なるほど。すげえ。てか見た目も本当かっこいい。漫画アニメに出てきそう。でしょ？はい。そう思ったのは、ここいいっすね。そう、指抜きいいでしょ？ここで、まあ本当さっき言ってたように多分、そう。感じ取れる。先端すぐ伝わってくるんですよ。はい、だから僕これは結構みんなに強くお勧めしてる。この包丁と手を一体化させる。はい、脳からの信号を一番抵抗を減らせる形にしたいから、はい、手が包丁になるのが一番いいよねと思ってて、はい、こういうのを入れていくっていう形にしてます。先端の感覚が鋭敏に返ってくるから、今脂肪を切ってるの、今皮に当たったなっていうのがわかります。うわ。こういう風に、はい、もう全鋼の包丁にしては僕は軽いと思うんですけど、はい、まあ重いって感じる人もいるんですけど、やっぱ薄い切れ味だけの包丁と比べると重い。けど、いろんな用途とか長く使うことを考えると、やっぱ多少重たい方がいいのかなと、僕個人的には思います。はい、こっちはやりすぎですけど。これすごいっすね、形。これ、切り付け包丁ですね。はい、こっちの方が重いっすね。厚み重いです。厚みも違うのと、あとこれ目的が、まあ、ステーキとかを切ったりするステーキ屋さんのナイフを勝手に想像して作ったんですけど、はい、これ、ケツ全部これ真鍮が入ってるんですね、お尻のところ。はい、真鍮じゃない、青銅か。青銅。だから重くてこうやって戻るようになるんですよね。はい、だからそのお肉の塊とかをこうやって切って戻すっていうのが楽になるようにしてあるんですよね。だからその刃が常に上に向くようにしてあるんですよ。はい、だからこう持ってても刃が上に上がるようにこいつが引っ張っていっちゃうんですよね。で、後ろの方を握り込めば握り込むほど刃が下がる。はい、だからこうフォークとかでこうやって押さえながら切るときは、はい、刃が前に下がるようにここら辺を持ってやればさって切れるし、はい、塊を切りたいときは深く持てば手に負担がかからずに切れるよっていう風な構造で一応作ってます。そう、だからすごい重たいんですよ。重たいですね。そう。だから、長時間料理するの大変なんですよ。普通の使い方すると。はい。だけど、立体的な料理をするときは楽なんですよ。そのなんか、ステーキのブロックを切ったりとか、はい、その、鉄板の上で切ったりとか、はい、っていうことをするときはすごい楽。まあ、遊びなんで。はい。でも、さっき言った叩き増ししてるから、はい。錆びないんですよね。これ、全鋼。全部炭素鋼。はい、ステンレスじゃないんですよ。はい。だから青色でもない、これは。白ですか？元は SK ですか？元は SK です、はい、これは。まあ、耐食性が変わるのはびっくりしました。締めれば締めるほど。そう。で、今の圧延鋼材って、はい、圧延鋼材ってこういう線が入るんです。これわかります？はい。これヤスった跡とか傷とかじゃなくて、はい、これは金属を圧延するときに伸ばされてるんです。はい、丸いものがたくさん並んでるときに、
その丸い塊を潰したとき、その丸いものがいっぱい集まってる塊を潰したときに、はい、全部楕円形になっていくじゃないですか。はい、その楕円形がこういう形で現れてる。ってことは、これそんだけ隙間があるってことなんですよ。はい。大げさに言えばパン生地みたいな状態なんですよね。はい。だからそれを叩き潰して生地にしたのがこれ。うわ簡単にめっちゃイメージしやすい。だから、こうみんなは、プレス包丁を使ってる人たちは、パン生地しか使ってないんですよ。パンになった生地しか使ってない。だから、もちろん刃も持ちよくないし、腐食もするし、で、曲がってくるっていう。だって、均一じゃないんだもん。そのためには手間が必要だよねっていう話。クレープ状まで伸ばしていくのに、やっぱ鍛造をいっぱいしないといけないから。だからこれ、傷は入ってますけど、さっきみたいな、圧延痕みたいなのはないし。ですね。うわ。だからこれがしっかり鍛造する全鍛造ってことなんですよ。はい。メッツァルーナのやつで一つだけ打足かもしれないですけど、僕がつけたポイントがあって、これちょっと転がしますよ。はい。こう普通にこうやって切ってもらうこの高さで背筋伸ばして切れるんですよね、こうすると。で早く切りたい時は逆手で持ってもらえればパワー入って早く切れます。で時々まあオイリーさんに限ってはないと思いますけど、切り損じがあった時、包丁みたいに使えたらいいなって思って、これがだから右利きですよね。なので右手で持てるようにここ少しへこましてあるんで、だからこうやってちょっと包丁みたいにスッてスライドして切ることも両側ともできますっていうへこみをちょっとつけてるんで。すげえ右利き用だしかも。そうなんです、ユニバーサルデザインではないですけど、ちょっと重たいんですけど、なんかちょっと切りたい時にわざわざ持ち帰るのもなってなるんだったら、っていう打足でつけました。だからほらこっちにはないじゃない。ないですね。こっちだけへこみがある。すごい。ここがめっちゃ好きなんですよ。好きだなと思います。ありがとうございます。基本は多分この使い方なんで。基本はそれでやっとけば、まな板も傷つかないけど、なんかペースト状にしたいぐらいっていう時は、さっきの逆手で持った方が早くできるっていう。ちょっと癖があるんで。一回使わせてもらいましたけど、この逆手すごい良かったです。まあ焼き入れる前だったんでしたけど、いいぞこれ。この距離もいいですね。そうですね。結構やっぱ製品見てるとここじゃないですか。そこですそこです。地形だなと思って。この距離すごい。そうで結構手首の負担大きいんですよ、縦だと。だからそのすごい力入る。そう力も入るし、外も持てば手首に負担かからないから、気楽に使えるっていう。あと飾った時にかっこいいのがいいなと思って。めっちゃかっこいいこれ。かっこいいね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまで動画見ていただきありがとうございます。動画的にはすごい長い動画のはずなんですが、安木さんのね話がうまいということもあり、聞き入ってしまって一瞬で終わったという方もいるかと思います。本当あまりの話のうまさ、言語化能力の高さに、僕もね講演家ですかって聞いちゃったんですよ。でも全然違うそうです。経験もないそうです。すごいですよね。もう学校の授業とか行ってほしいぐらいでした。本当すごいなと思ったので、講演活動興味ないんですかって聞いたんですよ。そしたら興味あるっていうことだったので、ぜひね学校の関係者とか話聞いてみたいなっていう方がいれば依頼してもいいかもしれないですね。その連絡先だったり今回の動画を見て自分もフルオーダーメイドで包丁を作ってほしいという方はメールでの問い合わせ、もしくはインスタグラムの DM で連絡してみてください。説明欄にリンク先記載しておきます。はい、ということで動画まだ終わりません。今回金沢へは僕人生初ということで観光してきました。もうめちゃくちゃ楽しかったので、その様子を最後にシェアさせてください。まずは北陸新幹線から紹介させてください。東京から金沢駅の新幹線って輝きっていう名前なんですけど、もうこの時点で僕はテンション上がりましたね。なぜなら僕が愛用してる砥石の名前だから。はい。で次に新幹線の中、
これがすごいんですよ。東海道新幹線とは違うところを紹介します。まずコンセントが各席にある。これ感動しますよ。あとペットボトルを置く場所もちゃんとある。次にヘッドレスト、これ動くんです。自分だけのポジションに変えて寝違えることなくいい夢を見ることができます。次、上の荷物置き場の鏡、これあるとね、忘れ物防止とか盗難防止にもなりそうですよね。はい、あとこれ金沢駅降りてから輝さんというね、お相撲さんがお出迎えしてくれました。すごい嬉しかったです。もう一番応援したい。はい、でこれですね、金沢駅といえばこのもてなしドームと言われる鼓門、テレビとかではね、小さい頃からずっと見てきたんですけど、やっぱ生で見ると迫力があってテンション上がります。ぜひ真下に行ってみてください。はい、では次、ここから金沢といえばというところで、有名なねところを観光してきました。まず行ってよかったなって思ったのが兼六園ですね。とにかく広すぎる日本庭園です。ここがすごく美しかったんですよ。日本初の噴水があったりとか、あと寒い時期だとこのような雪吊りといって、雪の重さで枝が折れないように縛った状態が見れます。これはね、雪が降る北陸特有の冬の風物詩となっていて、これがまたいいんですよね。本当に絵になって綺麗です。次、世紀美術館。ここはカービィがすごく可愛かったです。金沢はね、九谷焼でも有名ですね。次、小山神社。ものすごい立派な神社でパワーあふれる神社でした。次、東茶屋町。ここはめっちゃいい雰囲気です。歩いてて楽しいところですね。おしゃれなカフェも多いです。はい、ここで金沢で有名な金箔、その金箔を使った金箔ソフトを求めに、あんやという東茶屋町にあるカフェにお邪魔しました。はい、こちら金箔と、あと僕の名前の由来になったオイリーですね。僕の名前はこの子から来てます。僕が21歳の頃 SNS を始める時に本名ではなくなんか名前が欲しいなと思って、でどうしようかなって思った時に目の前にあったのがこのお菓子のオイリーだったんです。だから適当にオイリーという名前にしました。超適当なんですけど、今となってはオイリーにしてよかったなと心から思います。はい、では最後、ここを一番僕はおすすめしたい近江町市場。ここはね、僕の視聴者、料理が好きな人だったり食べるのが好きって人はもう大興奮間違いなしです。イメージで言うと京都の錦市場、あそこをもっと横に広くして、もっとね魚とか野菜とかあって、で食べるところももっとあって、活気あふれるすっごい楽しい市場です。もうぜひ行ってほしい。はい、ということで以上なんですけど、初金沢最高の思い出となりました。石川県と聞くと今年の1月1日にありました地震の影響はどうなのと思われるかもしれませんが、今ね見ていただいて分かったように、金沢の方は当時もねそこまでひどくなく、能登はまだ厳しいけど金沢の方はどんどん遊びに来てということを皆さんおっしゃってました。ぜひ行かれてみてください。ほんと楽しかったです。はい、ってことで動画終わります。鍛冶屋の安工房さん、そして金沢を案内してくれた視聴者様、本当にお世話になりました。ありがとうございました。また遊びに行きます。それでは今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。